お金に生きるです。自己紹介はこんな感じ。今回はロシアやスリランカの件で大きな話題となっているデフォルトについて解説していきます。今回の動画を見ることでデフォルトとは何か、過去のデフォルトの事例、デフォルトが発生したらどのような影響があるのかなどがわかります。それではデフォルトとは何かから見ていきましょう。デフォルトはいろいろな場面で使われる言葉なんですよ。ですからどんな場面で使うのかによって意味が異なります。例えばコンピュータの世界では初期値や初期設定のことを指します。デフォルトのまま使うとか、そんな感じですね。買った状態でそのまま使うという意味合いとなります。スポーツの世界では危険を指すことがあります。例えばテニスなんかは不参加の時にデフォルトと使いますね。金融の世界では債務不履行のことを指します。ちなみにデフォルトの言葉の意味は何もしないことなんですよ。この言葉の意味を知っておけば、デフォルトという言葉をどんな場面で使われても意味を理解しやすいかもしれません。それでは金融の場面でデフォルトの意味となる債務不履行について見ていきましょう。債務不履行とは、債券などの発行者が債券の利払い、元本償還を期日通りに行えない状況のことです。例えば国の借金である国債であれば、国が決まった期日に利子を支払う必要があります。また決まった期日に借りたお金を返す必要があります。しかし何らかの事情でそれができない状況が債務不履行、デフォルトなのです。つまり約束が守れない状況になっているということですね。ちなみにこのデフォルト、とんでもないことではありますが、結構頻繁に起こっているんですよ。それではここから過去のデフォルトの事例を見てみましょう。まずは国債など政府や地方自治体のデフォルトです。政府や地方自治体レベルだけでも Wikipedia によるとこれだけのデフォルトが起こっています。政府等がデフォルトを起こすということは安全だと言われがちな国債の話ですから、その国大丈夫なのかって話ですよね。最近でも2022年4月にスリランカがデフォルトを起こし大きな話題となりました。日本でも第二次世界大戦の後に戦時国債のデフォルトがあったんですよ。ちなみに最近ウクライナ侵攻の経済制裁の影響もあり、デフォルトの可能性を指摘されているロシアは過去にも1998年にはすでにデフォルトを起こしています。また2022年4月にロシアの公営鉄道のロシア鉄道がデフォルトを起こしています。企業のレベルまで広げればデフォルトはもっとたくさん起きています。記憶が新しいところでは中国不動産最大手の中国恒大集団がデフォルトを起こしていますね。日本でも JAL 日本航空が2010年に経営破綻した際に670億円の社債をデフォルトしています。他にもニュースにはならないレベルも含めればデフォルトってかなり起こっているのです。社債などの債券は比較的安全資産と謳われることがありますが、実はこういったリスクもあるのです。ですから債券であっても投資先をしっかり選別する必要があるってことですね。それではデフォルトが起こしてしまうとどのような影響があるのでしょう。投資家側、発行体側、経済それぞれいろいろなダメージがあるんですよ。まずは投資家側の話です。デフォルトするということはそれだけ財政的に厳しい状況にあるということです。ですからその利払いや元本を回収できない可能性があるのです。ちなみにデフォルトといってもこちらのように程度があるんですよ。全く履行できないという債務不能というケースもあれば、少し履行が遅れるだけの債務遅延というケース、一部だけは履行できるというケースもあります。ただ遅れるだけの履行遅延ならそこまでのダメージではありません。しかし履行不能となれば債券として投資をしたものは返ってこないでしょうし、受け取れるはずの利払いも回収できません。かなり大きな影響ですね。また
デフォルトが起こるという状況はその国や企業だけの話ではない可能性が高いです。ですから経済全体や同業種の株価なんかにも影響を与えることになるでしょうね。次はデフォルトを起こしてしまった側の話です。こちらは信用面が大きく毀損します。誰も過去にデフォルトしたところとか信用できませんから、普通はお金を貸したくありませんよね。もし貸すとしてもかなり高い利息を要求することになるでしょう。上場企業であれば上場廃止懸念も出てきますから、株価はだだ下がりとなるでしょう。また投資家が投資をする際に参考にする格付け機関の評価も激下がりします。例えば JCR の格付けは AAA が最も高く D が最も低い格付けです。ちなみに日本の国債は AAA となっています。ロシアの国債も2022年3月1日までは BBB でした。 BBB は投資適格格付けとされ、機関投資家などでも投資対象となりうる状況なんですよ。しかしウクライナ侵攻後このように下がり続けています。さらに機関によっては格付けを取り下げするところも出てきましたね。ただしこの格付けはあくまで参考です。リーマンショックで大きな問題となったサブプライムローンは当時 AAA の格付けのものが多かったのは有名ですしね。今回はデフォルトについて見てきました。債券投資は比較的安全な投資方法と言われます。しかし今回のロシアのようなことが起こるとデフォルトの可能性もあるのです。債券投資でも格付けやその発行体の財務状況を把握しておくなどをしておいた方が良いでしょうね。特にやけに条件の良い債券はそういうリスクがあることを知っておきたいところ。信用度が高い発行体ならばそんなに条件を良くしないでもお金を調達できますからね。今回の動画は以上となります。参考になった方はチャンネル登録、高評価なんてしてくれると喜びます。それでは次回のお金に生きるチャンネルをお楽しみに。